こんにちは。前回の動画では、デスケミニ A300 のアクリル PC ケースを自作、起動するところまでご紹介したのですが、早速問題点が顕在化してしまいました。側面の CPU ファンにメッシュがついていないので、指などを挟まれる懸念があるようです。メッシュを購入して付けることも考えたのですが、ファンの向きが吸い込みであること、アクリルにメッシュは似合わないんじゃないか、という考えから、いっそのことファンレスにしてしまえ、という結論に至りました。ということで、ファンレス化に挑戦していきます。すでに、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、この PC ケースで底板と言っていた部品は、巨大なヒートシンクを有用していました。つまり CPU クーラーから底板に、熱を移動させることができれば、ファンレスにしても十分に冷却できるはず、という計画です。アルミの四角棒を買ってきました。アルミの四角棒をここに置いて、CPU クーラーとヒートパイプでつなげて、CPU の熱を底板まで移動させるという作戦です。CPU クーラーにヒートパイプを取り付けるために、CPU クーラーのフィンを削ぎ落とします。そして得意のヤスリがけです。前回の動画でかなり好評だったので、今回は特別にノーカットでお送りしません。できました。次は、アルミの四角棒に穴を開けます。直径 6.35mm の銅パイプを使うので、6.5mm の穴を4つ開けます。ドライバーで穴を開けていきます。長手方向に穴を貫通させたいのですが、まっすぐに穴を開けるのは難しそうです。あ。ドリルが折れました。ドリルの刃が斜めに入って、穴の側面を噛み込んでしまったようです。うすうす気づいてはいましたが、この深さの穴を、ドライバーで開けるのは無謀だったようです。ボール板なら穴開けできるかもと思い、近くのホームセンターの工作室に行ってきました。結果、2本も折りました。長手方向の穴開けは、素人には無理だったようです。こうなれば、プロに頼むしかないですね。ということで、近所の町工場にお願いをしてきました。さすがはプロです。難なく穴が開きました。お値段もリーズナブルだったので、初めからお願いしとけばよかったです。ついでに CPU クーラーの穴開けもお願いしときました。
CPU クーラーは貫通させないので、四角棒よりは簡単だったのですが、失敗した場合に、ヤスリがけをやり直すことになるので、精神的負担をなくすために、プロにお願いしました。ヒートパイプを作ります。ヒートパイプには、生指導管を使いました。生指導管は、焼き生し処理がされているので、比較的簡単に曲げることができます。コッパを使って、まっすぐに伸ばしました。だいたいまっすぐになったら、約 300mm に切ります。導管の切断にはパイプカッターを使いました。切断面のバリ取りをしておきます。導管は、まだ完全にまっすぐではないので、四角棒の穴を使って、矯正しときました。CPU クーラーに取り付けるとこんな感じです。導管を曲げていきます。パイプベンダーの曲げ半径を考慮して、曲げ始めるところに印をつけます。印を起点にして、パイプベンダーで直角に曲げます。取り付けるとこんな感じで、これを4回繰り返すと、こうなります。CPU クーラーと四角棒の位置関係を合わせるために、簡易的なジグを作りました。木の板がマザーボードのつもりで、板圧で高低差を再現しています。ヒートパイプを下方向に、曲げ始める位置に印をして、こんな感じで、目測で微調整しながら曲げました。出来上がりはこんな感じです。それぞれのパイプの位置関係を合わせるのに、大変苦労しました。横から見るとこんな感じです。ヒートパイプを四角棒に接続する順番は、左右で交互になるようにしました。裏から見るとこんな感じです。バイクの集合管みたいになってます。マザーボードに設置します。ぴったりでした。他の部品との干渉もないようです。斜めから見るとこんな感じです。四角棒もきちんと底板に接触しているようです。そういえば、前回の動画で接触不良だった。電源コネクタも修理しときました。次回は、ヒートパイプをロー付けして液体を封入。ファンレス化を完成させたいと思います。前回の動画のコメントにあったホコリ対策も、次回の動画で完全に対策しようと思っています。最後に、前回の動画では、たくさんのコメントありがとうございました。コメントが多いとモチベーションが上がるので、これからもよろしくお願いいたします。それでは、次回をお楽しみに。